どうもどうも、こんばんだ。どうもどうも、皆さんお疲れ様です。どうもどうも。今日もまったりアースリバイバル配信やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ではでは今日はとても重大な発表がございます。アースリバイバル配信始めて早4ヶ月半ば頃でしょうか。ずっとね、配信活動を続けてきて、やっとアースリバイバル配信の公認実況者になりました。ありがとうございます。レモトラさんこんばんは。はい、いらっしゃい。おめでとうございます。ありがとうございます。今後はね、配信だけじゃなくて動画投稿にも力を入れていきたいと思っていますので、変わらずね、質問等受付をしておりますし、視聴者参加型、いろんなことをね、一緒にやっていきたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いします。今日はね、いろいろ変更点だったり、作業が立て続けにあって、こんな時間にもなってしまったんですけど、少しでもね、配信をやりたいなと思って、この時間ですが、始めさせていただきました。いや、ほんと嬉しい、ほんと、まさかね、なれるとは思っていなかったんだね。ほんと嬉しいです、これは。もっとね、知識をつけてね、技術的な面とかもね、もう少しで改善してね、見やすい動画になればなと思いますのでね、何かあれば、教えていただければと思います。マネキンさんお疲れ様です。おめでとうございます。ありがとう。嬉しいね。でもまだ一つなんだね。まあ何かやる気を出させてくれたこのアスリバのゲームで公認実況者になりたいっていうのはあくまで一つの目標というか夢なんで、まだまだね、達成しなきゃいけないことはたくさんあるんですが、もうこれはね、もう喜んでいいよね。めっちゃ嬉しい、本当ただなったからおしまいじゃなくて、まあこれからね、ちゃんと、なんかアスリバの公認実況者としてね、周りからも見てもらえるようにね、いろいろ知識をつけてね、まあ、見やすい動画だったり、攻略系、解説系がとても苦手なので、なかなかね、その辺はね、すぐすぐは改善は無理かもしれないんだけど、まあ、基本のベースは、このアスリバの楽しいところを一緒に共有して、で、それを見てくれた人が、なんかこう、まだアスリバをやってない人もやってみようかなって思ってもらえるようなね、配信とか動画を提供していきたいなと思っているのでね、他とはちょっと違った感じの配信者として実況者として見てもらえたらなと思います。解説系、攻略系はね、とても苦手な部類なのでね。ただ、やらないわけじゃなくて、あの、攻略をすることは、パンダ自身好きなのでね、挑戦はするんだけど、もうちょっとこうした方がいいよとか、そこ、わかんないからもっと説明してよっていうところが今後と、もうね、たくさん出てくると思うんだけど、まあ、それはこのポンコツパンダのね、クオリティなのでね、まあ、それを含めて見ていただけると思います。いや、嬉しい。いや、ちょっとね、今日ね、遠くにね、パンダが今日作った宇宙部屋がね、あるんだけどさ、ちょっといい感じで生えてるね。バックに。奥になんか見えてるから。パンダちょっとね、宇宙家具にちょっと惹かれてしまってね、今まで貯めてきたバトルスーツパーツをすべて売却して宇宙家具を買ってしまいましたね。はい。そして残金はゼロでございます。少し回復したかな。少し回復したけど、50万金回ぐらい使った。ガチャをね、そんな回せないから、自力で当てるっていうことが難しいから、もう、金塊で買いましたね。マネキンさん来た。マネキンさん来た。よいしょ。えい。
あとはイベント中のね、今のフラリアンのイベント中の、まあ、10月4日にまたね、交換できるものが増えるから、その時に、ちっちゃいなんかシャンデリアみたいなものと、なんかブラックホールの絨毯がね、あるんでね、それを狙っていきたいなと思います。そこトイレだよ、マネキンさん。宇宙部屋は一番奥だよ、部屋の中の。あごわさんいらっしゃい、コンパンダーいらっしゃい。高年実況者様を見に来ました。いらっしゃい、ありがとうございます。新米駆け出しの実況者になりましたパンダです。よろしくお願いします。なるまいとなった後も大して何も変わりませんが、ちょっと肩書きがつきました。肩書きだけだろうって言われないように頑張らないといけないですね、これからね。いや、めっちゃ嬉しい、ほんと。肩書きつくどうなの？どうもなんないよ。何も変わんないよ。何も変わんないよ。逆に責任が伴うじゃね。なんか公認実況者なのに何もできねえのと言われやすくなるかもしれん。この人公認実況者なの？何できんのこの人みたいな。やばいよ。ちゃんとしないと言われちゃうからね。もうすでに公認実況者で活動してる方はね、他にいてね、いっぱい解説とか攻略系を上げてて、すごい、なんか、わかりやすい動画がね、たくさん上がってるんでね、パンダはその解説とか攻略系がめっちゃ苦手だから、ただね、普通にこう雑談しながら、こう、視聴者と一緒に遊んだりして、楽しさを伝えるっていうところだけ重点置いてるんだよね。それで公認かよって言われちゃうけど、まあ少しずつ勉強はね、してるので、パンダができる。ちょっと今マネキンさん遊びに来たけど、これ。まあ何分ね、攻略とか解説とか、そのむちゃくちゃ得意な人とか、頭がいい人がね、たくさんやってくれてるから、それ以外のところでね、伝えるっていうことも大事じゃないかと、パンダは思っているので、とてもね、パンダの配信はね、敷居がめちゃくちゃ低いので、庶民の味方がこう、庶民の味方、庶民、始めたての初心者の方とか新人の方もね、自由にね、遊びに来れるわけなんでね、まあ、わからないこと聞いたり、こう、デイリーダンジョンとかね、一緒に遊び行ってみたり、探索したり、ただパンダね、記憶力がそんないい方じゃないので、同時に進行してたらいいけど、ちょっと間が空いちゃうと忘れちゃうんでね。なるべくは同時にね、できるような状態に来てくれたらいいなと思います。本気で忘れる。ちょっとね、パンダ頭ポンコツだから、ほんと。で、今後結構今までこう毎日配信を頑張ってきたんだけど、今後は、ちょっとだけ活動内容というか活動する時間帯とかを変えたいと思ってて、で、今所属してるギルドには大変お世話になってるので、まあ、宴とか、ギルド戦とかがある日は、そっちをね、ちゃんとできるように、そしてできるだけ、記録に残したいなと思っているので、その日の月、木、日は、配信をお休みしようかなと思ってます。まあ、自由にね、その配信とかじゃなくて、まあ、自由に遊びに行ったりして、こう、動画を撮影したりとか、なんか別の、今までこう配信中ってやっぱり、他のことやってたり、いろんなことやってる中で、時間を合わせて、そのイベとか参加してたんで、イベがある日は、なるべくね、そういう人数が必要なものとかね、今日も一応あるんだけど、レスキュー作戦とか、あるんだけど、宴とかね、ギルド戦とかはこうランキングが伴っていて、みんなね、そこにモチベーションをね、上げていくので、そこはね、ちゃんとやろうと思って。それ以外の時に、配信で雑談したり、まったり、こう、普段できないこととか、あとはこう、みんながね、やらないこととか、
やってない、めんどくさくてやってないけど、実はやった方がいいよっていうようなこととか、そういうものを時間かけてやっていこうかなと。パンダもね、やった方がいいけどやってないことあるんだよね。軍用暗号とか。軍用暗号とか、軍用暗号とか、軍用暗号とか。一回でチャレンジしたけど、またやんなくなっちゃって、すんげえ溜まってる今。あとは今後はね、その軍用暗号とか、毎日必然的にもらえるアイテムで、何かこう、強化に必要だったりするアイテムがもらえるものと、あとは希少家具を集めて、ちょっとね、欲しい称号があるんでね、そのための素材を集めたりとか、普段は強化するために必要な防具の素材とかね、そういうものを中心で集めてたんだけど、いろんなものを集めていろんな場所に行ってやっていこうかなと思います。さすがにね、序盤の内容もう忘れちゃってるんで、本当に。なんならこう、序盤からラゴンとかこうずーっと来てたけど、そんなね、何も考えずに来てたから、覚えてないんだよね。あの、なんだろうね。なんか強くなりたいっていうよりか、ただ単に初めてやったこういうサバイバルゲームをどうやったら楽しめるかみたいな、これやったらどうなんのとか、そういう好奇心だけで動いてたから、気づいたら進んでたみたいな。だから本当に最初からアカウント作ってやらないと、なかなか本当の始めたての方にはうまく伝わらないかなと思うんだよね。なので、せめて、序盤からね、いける、そのマップでね、ここにこういうのがあるよとか、ここでこうすると、なんか例えば遺産がもらえるよとか、そういうのをなんか、配信の中で雑談しながらね、やんわり楽しく伝えていけたらと思っております。あとはね、この動画を集中的に撮って、これから投稿していくんだけど、そのね、ネタとしてね、いろいろ撮影にご協力いただける方も募集してますんで、よろしくお願いします。すみません、いらっしゃい。ここに入居者おめでとうございます。ありがとうございます。いやー、今日はもういろんなことが始まる、なんだろうね、パンダが今後伸びていけるかどうかの切り替えの時なんでね。なんかもう9月本当の終わりの時の切り替えだから、なんかちょっとあれだけど。それでは仕事してきます。いってらっしゃいませ。頑張って。ありがとう。忙しいのに。パンダは雑談が好きなんだよね。もともと雑談ベースで、雑談メインで本当にゲームより雑談だったから、雑談が好きな方がね、集まってくれたらもっと嬉しいな。何かこう、コンテンツとかをやりながら、もうギャーみたいな。もうギャーギャー言いながらわちゃ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 したいからで。そういうコミュニティを作っていきたいので、今もすでに、サーバー関わらず、このパンダの配信に集まってくれてる人を誘って、ディスコードサーバーを今運営っていうことじゃないけど、作ってね、あの、その中でわちゃわちゃして配信しないときは、ボイチャとかで、気楽に話しながら、おのおの遊んだりしてるんだけど、まあ、サーバー違うと遊べないんだけど、一応ね、今もエリート戦場とかやってる時間帯だけど、スナイプといってね、マッチングするタイミング、同じボタン、ポチッと押すタイミングを合わせて、敵か味方かわからないけど、一緒にね、同じゲームをプレイするっていうようなこともやっていて、今後ね、そのサーバー関わらず一緒にできるゲームが増えていけば、もっとね、いろんなことができるようになるので、そういったことも、積極的に取り組んでおります。あくまで配信を来てくれてる中の方だけしか招待しないので、全く知らない人がどんどん増えることはないので、もしご希望のある方は、ぜひぜひ、いてください。で、一応、ここに載せちゃうと、誰でも入れるって状況を作ってしまうので、入り口たくさん作りたくはないので、ご希望の方は、パンダのね、ツイッター概要欄に貼ってあるので、そこに、フォローは別にしなくてもいいので、DM になんかこう、参加希望とかで、キャラクター名と、なんだろう、ツイッターとか、この今配信に来てるアカウント名が違う方は、誰々だよ、みたいな。
感じで書いてもらったら、こちらからね、わかる方、確認が取れた方に招待を送るので、ぜひぜひ気楽に気軽に送ってみてください。現在何人かな？現在10人？ 10 人ぐらいいるかな、今。中には配信してる方もいるんでね、まあ、お互いに配信内容とか、アスリバの情報を共有したりとかもできると思うんで、ぜひお気軽にどうぞ。で、今後、まだまだ先なんだけど、今後ね、その YouTube で活動する場所をメインにしてるんだけど、ちょっと Twitter、今だ X の方で、動画投稿をちょっと活発にしていきたいと思ってるので、場所的にはプラットフォーム2つに分かれます。が、YouTube の活動を今後もね、継続していくので、まあ今のところ今年の冬あたりから、チャンネル登録者数が500人で収益化ができるような条件に緩和されるっていうものが日本にも来るそうなので、それをあくまで目指してるんだけど、そのタイミングでいろいろね、いつも来てくれてる方に還元できるような形とか、そういうものをちょっと積極的に、今はまだ余裕がなくて全然できないんだけど、そういうのも始めていきたいと思っているのでね。まあ今のうちに仲良くなってください。別になることはないかもしれないけど、ごく稀に奇跡が起きて、すんごいパンダが有名になったとしても、パンダの、接し方っていうのは変わらないので、基本的に変わらないので、ずーっと多分このまんまだと思うんでね。あとパンダが人気になれるかどうかはおそらく、いつも来てるみんなの力があればこそなんでね、パンダはあんま変わんないから。何か技術的な面を教えてくれて、ちょっとパンダの頭が良くなったり、配信雰囲気変わったりとかしたら、ちょっと変わるかもしれんけど、多分パンダ自身だとあんまりね、変化がないんでね。この辺もちょっと、いろいろとお手伝いしていただけたら嬉しいです。さあ、何やるさあ、何やるさっきまでね、部屋の中でぴょん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 してたんだよね。何やろう、何やろう、みたいな。ずーっとね、なりたいなりたい言ってて、いざなるってなったら、ちょっとね、実感が湧くまで時間差がほんとね、あって、ずーっとモヤモヤしてんだよ。本当に。実際に自分の知ってる中に、アスリーバの公認実況者の人もいるんだけど、いざ自分がなってみるとね、その実感がまだ湧いてなくて、嬉しいんだけど、これから実況者として何をやっていくべきなのかなとか、そういうのがまだ決まってなくて、目標というか、次の目標に向かっての間が抜けちゃってるんだよね。急に達成したからゆっくり階段を登っていくと思ったら、階段がなくなって、突然端から端までワープしちゃったみたいな感じなのでね、ちょっと、ほんわかもやもやしてるんですけど、とりあえず、今の目標は、ちょっとね、たくさんの方に見てもらって、チャンネル登録者数も増やしていきたいってのもあるんだけど、まずアスリバの中で、自分ができることをもっとね、確立してというか、ちゃんと形にして、それを見せていきたいっていうところでね、やっぱ戦力を上げなきゃいけないとか、強化をしなきゃいけないとか、そういうね、アスリバに関わることをね、力を入れていきたいと思っているのでね、オーバークロックかな今、VR の新しいオーバークロックの、あれを10人までどうやったらいけるかっていうところに力を入れていけばいいのかなと思っております。なので、今、5ステージまで来てるけど、6ステージは完全に積んでるんでついにパンダもスナイパーを持つ時が来たのかっていうね。V6 で、鉄割りで、鉄割り。スナイパーって遠くにいるけど、俺、真夜中で頑張って撃って、前半はめっちゃ時間かけてクリアできるんよ。でも星つかないんだよね。で、次の後半行った瞬間死んだのよ。何かに撃たれたみたいな。兵隊が一瞬見えたなと思ったら死んだ。ただあれ、そもそも時間かけすぎたら星もらえないから、やるんだったら、レジェチップまではちゃんとやりたい。まあ、全部の方がいいよ。星5個の方がいいけど、
レジェンダリーチップの入手場所ってやっぱりないから、だから毎月12までできて、毎月多分ね、全部なんだろう、ステージが変わると思うからさ、難易度も変わるかどうかわからんけど、ステージは絶対変わるから、その12までを攻略したいっていうのは結構ね、目標としてはいいと思ってて、ただ若干ね、今の現在状態で、ステージごとの難易度にもう困難ってなってるんだよね。もう困難ってなってるから、おそらく全体的に戦力足りないんよ。耐久面なのか火力面かわかんないけど。まあおそらく耐久面だな。ハルソさんいらっしゃい、こんばんだ。お疲れ様です。ただね、昨日の深夜にちょこちょこ移動、いじくってたら、パンダね、初の18万到達したんよ。で、今、まだね、エピックの欲しいデータが集まってなくて、ついてないところがほとんどだから、まだ伸びしろがあるんだよね。昨日ずっと持ってるチップも増えてないし、別にデータが強くなったわけじゃないし、再構築もしても欲しいの出てないし、あくまで付け方を変えただけなんだよ。もともとあった、一回、クリアできなくて、防御に曲振りだってやったら、今度元のデータがわかんなくなっちゃったんだよね。で、代用して、とりあえずクリアできるところで、まあ5までクリアして、その配信終わった後に、もう一回全部リセットして、組み直したのよ。こっちを優先、どこまでやろうかとか、無駄に振りすぎてるチップはないかとか、だからそこを全部一回一回見ながらやって、まあ青チップはとりあえず攻撃少しは盛りたいから、というより防御のところに振りたくても、振れなかったのよね。枚数が足りなくて。だから適当に最後、青チップは振ってるけど、そこまでの間にちょっと計算して、やったら、気づいたら18番超えてて、で、今の状態で超えてるんだったら、もうちょっとチップが手に入ったら、まあ、こっから、まあ、1万、じゃあ10万8000、じゃあ18万8000とか2000とか、徐々にこう、いつも通り、レベルが上がったタイミングとか、いろんなタイミングで上げていけるんじゃないかっていう、その見通しが立ったんだよね。このチップの修正前だったら絶対ありえなかったんだよ。おめでとうはてな、おめでとうってありがとう、そまくん。だから今回のチップの仕様変更は、やっぱり、無課金、微課金、まあ中間の課金層とかには、とてもすごいいいアップデートだったんじゃないかなと思う。課金者は課金者で、さらに上に行くけど、もう尋常じゃねえぐらい枚数使うから、移行にもいけないんだよね。だからもう、ランキングもすんごい変動したし、このタイミングでめちゃくちゃ課金する人もいれば、突然なんか90枚ぐらいレジェンダリーチップ売ってる人もいるしさ、うん、どうしたどうしたっていう人もいるけど、だからちょっと幅が広がって、ね、今までこうできなかったことができるのってモチベも上がってる人と、変わりすぎちゃってモチベが下がってやめていく人がね、今ちょっと同じぐらいいるのかな。パンダは逆にモチベ上がったけどね。まあ、とりあえず20万を目指したよね。とりあえず防御力が4000の攻撃力が1万は行きたい。昨日やったよ。何をあ、どうぞ。ギルドの、どう作ったん今あれだよ。ソマくんがやりたそうなコンテンツが増えたよ。ステージクリアしていくタイプのやつ。あ、それは、復帰したのなんか、ソマくんが好きそうなやつあるよ。塔の、何なんとかの塔みたいなあるじゃん。6層まであるみたいな感じの12層バージョンがあるよ。で、俺は5回でもうギブ、6回で死んでるけど。
なんかヘルメスとユットンとリハルコン上位100位称号。あ、もらったもらった。俺ももらったよ。あの、S 級バトルスーツとかの、なんかレンタルが始まったのよ。あの、バトルパーツがまだなくて開放できてない人も、そのレンタルチケットみたいなのあると、レンタルできるようになったの。俺まだレンタルしてないから、何日できるかはまだ分かってないけど、だから持ってなくても、まあ、ヨトンとかヘルメスとか、そういう S の、S 級のバトルスーツが使えるっていう仕様になったんだよね、最近。で、それに伴って、事前に開放してる、上位100位に入ってる人がなんか称号をもらえたみたいな。俺ももらったはず。あった。小立のみこととヨトン2個。俺ハルコンとか俺持ってないから2個だけだけど。でもこれつけてもさ、ボーナスステータスないからさ、俺はまだ探索でもらえたこの HP のつけてる。単純に100人なんじゃない？このサーバーの中で、そのバトルスーツ持ってる人が100人じゃないの？わかんないけど。使用頻度ではないと思うから、だからそれだけバトルスーツ S を持ってる人が少ないっていうことじゃない？わかんない。でも100位ってそういうことじゃない？使用頻度なのかな？もっといると思う。まあ、ユーザー的にはめちゃくちゃいると思うけど、わかんないよ、でもその辺。100位って書いてあったから。作成順。あー。でも俺、ライブ予定作ったの遅いよ。みことは、その実装時に作ったから、まだわかるけど、ユトゥンはめっちゃ後だからさ、100位以内に入ってるのも怪しいな。でも100位だったら書いてほしいよね。そしたら100位中何位とか。わかる。謎のやつです。あ、でも、あれだ。レンタル機能解放される前にヨトンの開発に成功したサバイバーだから順位関係なくねこれ。これランキング関係ないよ。これレンタル機能が解放される前にとりあえずヨトン持ってたらもらえるんじゃない？何位って書いてないもんね。あくまでレンタル機能が解放される前にヨトンの開発に成功したサバイバーに与えられる称号。こっちも同じだね。メール。そうそう、メールで例に入ってた。100位以内って書いてあった、確かに。消しちゃったけど。消しちゃったけど。これがさ、なんか少なくても、なんか数値が上がるもんだったらめっちゃ注目してたけど、なんもないから、ふーんってなって、ふーんってなった。ラリゲつけてる人もいないでしょ。いるのかな？それよか俺は今、希少家具ポイントの、なんかなんだっけ、属性値とシールドが固定で上がる永久称号が欲しくて、そっちの方が重要。マジ、希少家具もいっぱい持ってる人はね、すぐ作って持ってんだけど、永久称号で、なおかつ、属性とシールド上がるってさ、今いろいろ出てる中で多分一番いいと思うんだよね。称号なんか多分一番強いと思う、現時点で。ただ、希少価格めちゃくちゃ集めなきゃいけないけど。もうそっちの方が重要だ。そこしか考えてない、俺は。毎日やる日課がめちゃくちゃ増えたんだよね。希少家具を買うための、家具チケットを貯めるっていう、やることが本当にたくさんあります。それか今日、なんだっけ
あ、プールパーティーやるのか。プール行かなきゃな。そしたらさ、家具ほぼ作ってあったけど、それ、200ポイントと300ポイントがあって、200でももらえるけど200にはついてなくて、300あったらついてる。もらってるはず。で、それ以外に、ビカンドだけだったビカンドの、なんか別の称号もあって、そっちはなんか速度アップと防御力アップがついてたっけな確か。マジ欲しい。ポイント。あれ、どこで見れるんだっけポイントって。あれ、どこで見れるんだどっかで見れるんだよな。ちょっと待って。ここじゃないか。あ、あったわ。上にあったわ。これか。ここで見れる。建築開いて、左側に隠れてるとこに、快適さ、美観、芸術性とあって、この3つの合計が300にいってたらもらえる。ランキング違う。あ、ランキングもはない。この快適さ40とか、美観68とか、芸術性70と俺はあるんだけど、これの合計が300になったらもらえる。で、快適さはないんだけど、美観と芸術性がおのおの150だっけくらいで別の称号はまだもらえる。だけ3つのステータスがついてる称号がもらえる。けど一番その300のやつがでかい。俺まだ170ちょいしかないんだよね。だから集めなきゃいけない。それよくソマ君にはあれやってほしいよな。この VR のさ、新しいこのオーバークロックモードってやつ。これ。ギリくらいだったらすぐ上がるんじゃない？今、家具もランクアップできるのよ。同じやつを重ねると。数値が上がってくっていう新しいやつ増えたから、余ってるやつとか作って、ダブってるやつを重ねてったら上がってく。全部1個しか反映しないやつと2個しか反映しないやつあるじゃん。その個数分しかないから、ダブってるやつは無駄なのよ。重ねるしかない。VR 未だにランキング乗って出てきてる。俺まだ99止まってるから全然上に行けないやん。このオーバークロックモードやってみてよ。これ。12までがあるんだけどさ、どん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 難しくなっていくから。これは面白いと思うよ。で、これ難しくて倒せなかったら、この、毎日こう進んだところまでのポイントがね、もらえて、なんか別ゲーみたいに強化できるんよ。なんか、耐久上げたり、攻撃を上げたりみたいな、ステータス版みたいなやつを上げていけるから、まあ難しくなってもポイントさえあれば、まあ自分の強化をしたり、ペットの強化をしたりして強くしながらこう進んでいけるみたいな。だから絶対タスバック好きそうだから、これ。そう、さっき言わなかったのに、さっき名前出さなかったのに。あえて名前出さんかったのに。そう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 。だから絶対楽しいと思うよ。ただ自分の階層を進めていかないと、その1日に1回、そのポイント化できるんだけど、そのポイント数値が低くて、なかなかその強化も進められないから、ある程度進めて毎日ポイントを貯めて、こう、路線自分で決めれるから。で、途中まで行ったら、解除できるんよ。なんか、ステータス。欲しいとかだけ残してなんか、いらないとこをリセットすることができるから、欲しいステータス残して、いらないポイントを消して、その動線を増やしてなんか、なんていうの強いステータスだけをもらっていくみたいなことができるから、
で、これ1ヶ月に1回リセットされて、また次の月に始まるんだけど、あ、消しちゃった。商品にレジェンダリーチップがあったりするのよね。だから12階層全部にレジェンダリーチップとこの青石が入ってるから、毎月これやるだけでも12個、全部いけたら12個もらえるっていう。で、今、チップの強化方法も、前の同一のチップでしか強化できないっていう仕様が変わってて、なんかランクごとに必要枚数は違うんだけど、一箇所に、まあ、金チップで上げたところを紫チップで上げて、余ったの青で上げて、みたいなことできるようになったのよ。だからちょっとね、サマくんあたり多分今の状態からやったら戦力がめっちゃ上がると思うからさ。ぜひやってほしいな。ぜひぜひ。ぜひぜひ復帰してほしいわ。楽しいよ。楽しいよ。戻っといで。戻っといで。金チップ最初に4つつけて、エピック2個つけて、青チップ2個つけて、みたいなやったり、単純に金チップ6個つけて、紫チップ4つけて、全部埋めて強化したら、コモン集積が8のエピック6とかさ。もう、すんげえなんか上げやすくなった。で、もう単体、属性がなくなったから、もう、全部が全属性だから、属性を気にしてやることもないし、いらないとこのチップを、なんか、なんだろう、省いて、どっかに片方に寄せるとか、そういうのも意味なくなったのよ。全部上がるから。上昇率もめちゃくちゃ高いし。めっちゃ無課金とかね、美課金には、とてもとてもいいアップデートで戦力がめっちゃ上がる。俺も上がったもん、それで。急激に。なので、ぜひ戻っておいで。ということで、俺は、ギルドイベントで、ギルド貢献値を稼ぎに行かなきゃいけない。まずこれもらって、待って待って待って。これ食べなきゃいけないから。食べて。マジだな、これ。よいしょ。ほっ。よし。なんか投げてね、うん、ロボットダンスを踊る。よし。はい、終了。あとは、この時間が経つまでポイントをもらって待機して、レスキュー作戦やったら、あとは、あれかな。今日やってない攻略系のところを遊んで。あ、ハンマー使いいる、ハンマー使い。いや、楽しみだな。動画とか。今後は配信と同じくらい動画にも力を入れていかなきゃいけないから、やることがいっぱいですね。でも結構引退した人多いからな、ほんと。さあ、今日も後でやろうかな、オーバークロック。絶対、スナイパー持たないと俺クリアできなそうなんだよな、あれ。あと、バトルスーツが欲しいな、もう一体。
一応なんか予定、最低限の予定にしてたバトルスーツの、一番下のやつ以外は、7にできたんだよね。コネクターを。多分まあ、見えないかもしれんけど。見えないかもしれないけど。一応、レジェンダリー道長レベル7までは来たから、あとはこのウルトラ道長にしたいんだよな。もう一体バトルスーツが必要という、このところ。また、また100枚集めんのしんどいな。今日9枚あったっけ、残ってたけど、9枚ね、売ってね、今日出てた、今のイベントガチャの宇宙家具、別に補正ついてない希少家具でもないんだけど、ただただ欲しくて、ガチャ回せないから買っちゃったのよ、金塊で。これ欲しい、欲しいって言いながら、我慢できずに買って、今自分のシェルターに宇宙部屋作ってるから。連盟より緊急通知が届きました。近日、タイダルの動きが活発化しています。だからまた一から始めなきゃいけない。100枚分。100枚を集めるのにどんだけかかるんだっていうぐらいだ。で、100枚貯めても今度、またね、上げなきゃいけないから、コネクター素材は別に毎日、エリート洗浄とか、やってれば、グラナイトメダルが溜まってって、まあ、あとは探索とかでも、もらえて、わりかしそっちは心配してないんだけど、結局やっぱりね、S のバトルスーツパーツが解放に必要っていうのがあって、まあ最低7まででも最低おそらく100枚はいるから、100枚いらねえか、50枚か。でも下、一番下、いや、いかない100枚。一番下多分もっと解放に使うと思うからな。だ100枚ぐらいはね、多分ね、使うと思うんだよね、また。そこまで終わったら、一番上の、グレーアウトしてるところを、要は8にしてっていう感じになってくんだと思うんだけどさ。さすがに金ピカピンのところを8にすんのはだいぶ先になると思うから。マジ。強化する箇所が多すぎて、ほんと大変。まあ何にせよ、今所属してるパンダがいるギルドは、結構配信に対して理解があって、結構協力してくれる人が多いから、まあ知識的なところも結構ね、教えてもらったりしてね、補えてるのでね。まあ遅かれ早かれきっと、パンダも強くなるでしょう。多分。多分。まあ初心者の方もね、結構最近増えてたんだけど、最近ちょっと見かけなくなってしまったからな。もしかしてちょっと諦めちゃったんかな、壁にぶつかって。やっぱりみんなが先にいると、まあ追っかけたいと思う人と遠すぎてやりたくないっていう人がやっぱいるからね。モチベーション維持ができなくて難しいから。もうちょっとね、そういう方たちにちょっと歩み寄れるような配信にしていきたいんだけど、なかなか難しいね。壁にぶつかりになる。羽ソーさんの場合はあれでしょ。オーバークロックでぶつかってるでしょ。火力を上げたいけど耐久が上げれなくて、倒されちゃうっていう。無課金で攻撃7000、多分無課金で攻撃7000はいけるよ。レベルいくつまでっていう限定しないんだったら。一回一回レベル上がるごとにめっちゃ上がるから。いけるいける。全然いける。
全然いけるよ。ただ今67で、例えば68までに行きたいとかなったらめちゃくちゃハードルが上がる。10月中だったらいけるんじゃない？多分10月中には69で1回止まる期間があると思うけど、止まるっていうことは今ある装備をさらに厳選してデータ厳選して上げることもできるっていうことだから、あとはコーティングを上げたりとかコネクタ上げたりとか、まあペットのさスキルを上げたりとか、まあ単純にペット訓練もそうだね。ペット訓練とかです上げたりとかいろいろあるからさ、ほんと連盟補給の誘惑に巻いたヒーターにこのゲームって単純に課金すればそれは強くなるんだけど、課金した人も遅かれ早かれ底上げするために絶対探索は必要になってくるし、厳選は必要になってくるし、絶対ね、課金したからすぐなれるかってそうじゃないんだよね。あくまで、課金して素材とかそういう強化する分が集まってて、ある一定の素材が集まった時に一気に上げられるっていうのはあるけど、やることは一緒なんだよ。あとは自分で、なんていうのかな、妥協点かな。攻撃増やして、防御を増やしてってなったら、当然のごとくハードル上がるけど、例えば攻撃だけがっつり持って、耐久ゼロの状態でやっていくってなったら、攻撃力だけは上げやすいよね。ただ、耐久がない分、まあ、回避とかプレイヤースキルを磨かなきゃいけないわけよ。で、半々耐久と攻撃上げたら、半々にしたら、まあ安定感は増すかもしれんけど、当然のこと中途半端になるし。そういうのを自分で見つけなきゃいけないんよ。でそれもデータだったり、自分でステータス上げた時に、みんなばらつきがあって、みんな違うから、自分だからこそできる編成的なものを模索して、まあ、それが楽しくできてれば勝手に戦力上がっていく。俺はそのタイプだからさ。今よりソマくんだってさ、もともとさ、パンダ呼んだんだで。楽しいからおいでーっつって。で、呼んだ後4日くらいでパンダ抜かれてるから。アスリバに招待してた4日目ぐらいでもう、レベルは追いついてないけど、戦力がっつり抜かれてたよ。気づいたら S バトルスーツ持ってて、すごいって言ってて、いや、いいな、いいな言ってたら、もう3体いるけど、みたいな感じだった。もう今出てるやつ全部持ってるよ、みたいな感じでさ、マジびっくりしてさ、どうやったら追いつけんだろう、みたいな感じでずーっと頑張ってたよ、俺。いっぱい上げる箇所があるからこそ、まあその個性っていうかさ、みんな全然違う成長を遂げるし、工夫をすれば戦力全然上げれるから、まあそこをね、探す旅に出るのだよ。そこにモチベーション上げれたら、多分めっちゃ楽しくなると思う。攻撃、攻撃増やして、防御減らして、攻撃増やしたい。立ち回りはそのうち、立ち回りそのうちにしてると、それでいけたらいいんだけど、なんていうの？なんかクリアできない壁にぶつかって、何回も何回もやられてるうちにモチベが落ちちゃったりするんよ、みんな。だから同時進行でいかないと。なんか立ち回りができるからこそ、耐久を無視して、攻撃に振るっていうような感じにするんだったら全然いいと思うんだけどさ。立ち回りを後回しにしちゃうと、結構難しくなっちゃうから。まあ、死と直面して
やっていく方が、まあ、上達する可能性は高いけどね。上達しないと死んじゃうから。マジ、ド S 教官に指導してもらうしかない、それは。長い。ハグが長い。近日、タイダルの動きが活発化しています。避難所各所は守りを強化してください。ハグが長いですね。これみんな何してんだろう。やばい、固まった俺。あ、やばい。パンダ固まった。やばい、戻ってこれない。なんで？固まったんだけど、マジで。再ログインします。超固まった。あ、動いた動いた。最近なんかほんとさ、なんだろう、めちゃくちゃ重いのかもしれないけど、固まることが多い、ほんと。なんだろうね。連盟より緊急通知が届きました。近日、タイダルの動きが活発化しています。避難所各所は守りを強化してください。これしたっけな？俺いいねしたっけこれ。連盟の暴力センターでは先日、新たな危険性の認識を公表しました。現在、ポラリアンコロッサスの危険レベルは致命級と定められています。ハグしたのそれ僕です。あれ？なんかほぼってついてる人が意外といっぱいいるんだね。あっちだ。なんかね、動けなくて固まっちゃったから今ね、離力したのよ。戻ってこれなくて。ハグしたまでは動いてたんだけど、その後固まった。いらっしゃい。なんか集中放火のスクショ撮りたいな、なんか。摂氏25度から28度、東寄りの風、風力3、降水確率 35%。なんかいい場所ないかな。よいしょ。島の住人全員ほぼ。そんないるの？そんなほぼ月がいるの？ペガサス号は自由を先導する。よいしょ。とりあえず1枚。なんかほぼめめさんはね、なんだっけ。だから知り合いのこの島に行くとよくいたからわかるけど、他わかんない。7人中7人ほぼ。これ銅像の前にみんな集まってくんねえかな。写真撮りたいこれ。
きました。近日タイダルの動きが活発化しています。避難所各所は守りを強化してください。センターにいる。センターで踊ってるんだけど。連盟の動力センターでは先日、新たな危険性の認識を公表しました。現在ポラリアンコロッサスの危険レベルは致命級と定められています。お、何枚か取っとこうか。一番いいやつを残しとこう。本日の気温は2、降水確率 35%。 3枚。全員一緒とのむずいな、これ。よし。短絡区に異常なエネルギー波動を検知しました。現在24時間体制で監視を行っています。一人増えたぞ。一人増えたな。陥落区に異常なエネルギー。待って待って、面白いな、普通に込んだんだけど。本日の気温は摂氏25度から28度。始まった。東寄りの風、風力3、降水確率3。始まってしまいました。太陽活動は正常です。あれ、レシキューどうやって入んだ、これ。あれ、レスキュー入れなくなった。新たな危険性の認識を公表しました。現在ポラリアンコロッサスの危険レベルは致命級と定められています。あれ、あ、これか。ペガサス号は自由を先導する。よし。いい感じ、いい感じ。連盟より緊急通知が届きました。近日タイダルの動きが活発化しています。避難所各所はてってってって。守りを強化してください。
今日少ないね。今日はレスキュー作戦です。連盟の動力センターでは先日新たな危険性の認識を公表しました。現在ポラリアン何人だろう。ほぼ命名、研究と定められほぼ深夜丸。あ、消えた。あれもういなくなっちゃった。なんかもっといたい気がするんだけどな。なんか3人ぐらいいたよ、さっき。減ったぞ。減ったぞ。ほぼ月が減った。こんばんあ、は。始まった。皆さんにお会いできてとても光栄です。新しくて可愛いおもちゃはどこにあるんでしょうか。この程度ですか。私に傷すらつけられないとは。よかったー。吹っ飛んだー。ここいつも見てなかったからわかんなかった。あ、誰だ。あ、こうなってんのか。さらわれる瞬間って。吹っ飛ばされて誰かさらわれてんのね。俺何気にあそこの4人に移りたかったな。マジで、もう始まってる。なんか重い。めちゃくちゃ重い。なんか動きが重いぞ。なんか重いし、なんか鈍いな。なんだなんかヌルヌルしてるなんか、自分が動かした後に動いてるからなんかちょっと気持ち悪いね、この動き方。こんなかかったっけいつも。なんか終わんねえんだけど。全然。倒しても倒してもさ、カウントがさ、あ、一気に増えた。一気に増えたカウント。倒してもカウントが増えなかったよ。しゃあねえ、バトルス使うか。使わないつもりいたんだけどな。強っ。強くないこいつ。こんな強かったっけ。なんかめっちゃ強いんだけど、こいつ。なんで。なんかやべえ強いんだけど。レスキュー作戦の難易度上がった。何これ。レスキュー作戦ってこんな難しかったっけか。何この硬さ。これみんなそうなの。
え、なんでこんな硬い？マジびっくりすんだけど。え、何この硬さ。やばいって。急激に難易度上がってるって。何これ。道中の敵が硬かったらさ、ボス超強えじゃん。やばいやばい。やばい。第2フェーズあった、また。やばいって。何これ。いつもこんな大変だったの？何？いつもめちゃくちゃ強い人がいたから大丈夫だったっけ？何この差はなんだ？あ、片方済んだ。少し見くびりすぎたようですね。私のところまでたどり着けるとは。それではもう少し遊んであげましょう。終わっちゃった、知らないうちに。イエイ。かっこいい。全然ダメージは出てなかった。ああ、マネキンさんに負けてる。負けてるけど、なんか今日、新たな危険性の認識を公表しました。現在ポラリアンコロッサスの危険レベルは致命級と定められています。すんげえ硬かった。いっか、写真は。陥落。ただいま買いました。そうだ、パンダのさ、マウスとキーボードぶっ壊れてさ、ボタンの配置変えたら、なんかめっちゃぎこちないんで、動きが。とりあえず見てほしい、パンダの宇宙部屋、宇宙ルーム。見てこれ。この部屋を作るためにほぼ50万金塊を使いましたと。間違いないよ。ここの部屋が30万くらいかな。この望遠鏡と車と机とちっこいやつとこれでっかいの。下はね、今後ね、イベントの10月4日に開放される交換できるやつで、なんかブラックホールの絨毯があるから、多分2枚買ったらこれ多分2枚はまると思うんだよね、ここに。
問題は天井なんだよな。透き通ってるから上から見たら綺麗なんだけど、なんかちょっと黒で覆いたい気もする。なんかいいのないかな。黒がないんだよ、そもそも。もう、なんかちょっと海をモチーフに作ってるのに、突然宇宙部屋ができるっていう、この面白い仕様。さあ、今日やってないから、多分今日みんないないよね、もうね。いないからサクッと終わらせちゃうか、エリート戦場。いつも8時に集合して、つか集まった人でスナイプやって、サーバー関わらずみんなでやるんだけど、今日はね、そもそも開始時間遅れちゃって、もう9時40分になるから、ちょっとささっと終わらせちゃうか。日課は大事だからね。マッチングしねー。全然マッチングしないやん。とりあえずエリート戦場2回やって、オーバークロック1回だけいくか。1回だけ。6に挑戦してみて、まあ、戦力変わってないから多分状況も変わんないとは思うけど。多分スナイパー欲しいんだよな。金塊ないしな。石もちょっとペットガチャが10月1日に、始まっちゃった。今、ヨダメージあったヨダメージ欲しいな。あ、ないわ。みんないるやんギルドのメンバーがみんないるぞ。味方に全員いるっていうのおもろ。これもこれで。じゃあ俺こっちから行こう。今日の日課です。なぜか知らないけどタイミングがあって結構ギルメンがいる。味方に。誰か撃たれてる俺。誰かに撃たれてたぞ今。誰だ？犯人は誰だ？あ、なんかできるもん。マジなんかダッシュのする場所がさ、ボタン変えたせいで、ちょっと、あれだな。マジぎこちない。めっちゃいるやん、ここ。あら、かわいそう。いた！エルメス、どっから出てきたん？でもほぼ占領してるやん、もう。いた。なんかいた。あ！ A か。こうどこ？
逃がした。あべ、刀だった俺。みんなどこ？みんなどこだい？敵がいませんよ。え、みんなここにリスポーンすんの？なんかすげえことなってんな、なんか。あ、P 取られてるやん。あ、終わった。P。めっちゃあそこにうじゃうじゃいるみんな。いた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 。あれ、敵がいない。すげえな、この戦い。なんか、超一方的。すげえ。7500対1740。もう、ほぼ、めっちゃいる、ギルメンが。あ、押せない、これ。敵にはいなかったの？いないね。すんげえ一方的な戦いだったな。やっぱ動作重いな。接触不良もありそうだな、これ。今日遅く始めたってのもあるけど、なかなかあれだな。なんかマッチングほんと遅いな。最近どうしてしまったんだい？融合データ。またこのパターン。融合データを見に来たら始まるっていう。ないね。会心も待ってないんだけど。おっと、さっき敵だった人が味方にいるな、今度。あ、なんかマップバグってるな。敵下にいる？いや、どっかで来た。あ、やられた。
やっぱ回避の場所がやっぱボタン変わるときついな。やっぱ回避はここかな。上か。かかった。強っけど倒した。なんか走る。おお。危なっ。あ、やべ間違った。実際撃てなかった。取られちゃった悲しい。大丈夫そうか。いて負けねえぞ。ここは大丈夫そうだな。任せて。いて。敵いんの？いないか。よし。
ててててーん。あ、どこから現れたんだ。ここ、ああ。やっぱ回避の場所変えたい、どっかに。いや、もう、操作が、ボタン押し間違いがやばい。やっぱボタン変えない方がよかったな。アンストッパブル。リベンジ。ああ、誤作動がやばい。いろんなとこ押しちゃった今。やっぱ戻そう、ボタン。ワンモア。負けたー。負けたー。敵誰がいたの？わかんない。よし。今日あと何やってないっけ？VR は後でやるから。これもやってねえじゃん。やば、結構やってねえな。てて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 ん。いけー。あべ。外した。ミスった。もうミスっちゃったよ。今のミスんなかったでいけたかな。微妙だな、でも。微妙なラインだね。今日のデイリー終わり。で、これはあと、ヴィーナスとかは、終わった終わった。あ、エアドロップ行かなきゃ。エアドロップ始まるよ、ちょうど。エアドロップ行ってなかった。エアドロップを取りに行こ
そして今のうちに変えよう。そうしたら、ローリングをここに変えて、しゃがむをここ、ダッシュをここ。これどうだ？これだよね、もともと。データ欲しいなぁ。7万金塊しかないんだよね、もうね。これでめちゃくちゃ安くなってたら俺めっちゃショック受けちゃうけどな。たっけーじゃんってなってたのに、何が売れなくて。これ欲しいな、でも、1個、宇宙飛行士の置物欲しい。なんか人気ないね、これね、衛星。このテーブルもう1個欲しいんだよな、テーブル。なんなら2個欲しい、あと。で、この椅子も欲しい。テーブルあるのに椅子なかったら座れないからね。買おうかな先にテーブルもう1個欲しいな。悩ましい問題だ。ただ今日は最後に、これ、エアドロップ拾って、戻って、オーバークロックの6を1回やって終わるか。相当大変なんだよね。昨日、初めてやったけど。スナイパーが欲しいんだよな。でも真夜中だとミサイルで攻撃当てるしかないから、なかなかさ、当たんない。ああ、コルクもやりたいな。コルクやってない。どうしようかな、コルク。コルク1回戦コルクいっか。誰もやってる人いない？いないのかな。マッチングしない系これ。ダメかな。諦めよう。俺はマッチングしないね。コルクのブームっていうか人気の時間終わっちゃったんだ。スタミナ結構あるな。さあさあ。なんとかクリアできる兆しが欲しいな。でも早く倒さなきゃいけないっていうのがあるからな。ただ倒すだけじゃなくて星5にしなきゃいけないんだよね。よし、戻れ。
あれこれ一回削ると消えちゃうのか。オッケーオッケー。よし、帰ってきました。光ってる。よし。まずこのまましれっと行ってみようか。6。あ、防御。しくったな。まあ、いっか。そう。防御上げるために全員がディフェンダーにすればよかった。ここは。自分で倒すっていう。どこいた。いて。あ、やべ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 。こういて。あ、潰れてきた。それか、あれだな。フロスト持ってくの忘れた。フロスト忘れたよ。ああ、フロスト忘れてんのに。おお、やばい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 。気づくの遅れた。この野郎、そんな安全圏から攻撃してきやがって。せめて回復させろ。あれここだ。どこ。いた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 。危なっ。どこ。いた。おぶれん。あぼぼ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 。今日だろう、最後一気にこんな出てくるなんて。今日だぞ、お前だ。
横見てたら死ぬ。うー。危なっ。いけたー。いけたけど、やばいよ、今度。おー、なんかいる。あー、スピードさえ回復できたら、いけたのに。いけたのに。惜しかったな。疲れた。攻略動画頑張ってあげよう、ファンダ。ではでは、今日はね、公認実況者になれたご報告を兼ねてね、まったり雑談のつもりだったんですけど、なんかがっつりやってしまいましたね。まあ、次回は動画の日と配信の日分けてね、やっていきたいと思います。もし何かご不明な点等あったら、お気軽にご質問ください。では今日はね、この辺で配信を終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の配信またよろしくお願いします。それでは皆さん、おつパンダでした。またね。バイバーイ。